お疲れ様です。お疲れ様です。昔、大蔵省っていう官庁があったの知ってる？財務省の前身だよね。戦後に起きた色々な事件も影響し、霞が関で我ら富士山、他は並びの山と自らの矜持を誇った大蔵省は財務省に衣替えとなったが、戦前の大蔵省ってどんな官庁だったか知ってる？知らない。戦前は陸軍省とか海軍省の印象が強すぎる。明治維新で誕生した大日本帝国が終戦に至るまでの激動の時代において、大蔵省は日本の節目節目に重大な影響力を行使してきたが、戦後における大蔵省が有名すぎるゆえに、戦前の大蔵省は意外と知られていない印象だ。最強と称され満州国を牛耳った関東軍ですら、大蔵省の動向に神経を尖らせ、陸軍予算を担当する大蔵省の司令官に接待を試みたという逸話も伝わる。専門技術と予算査定を背景にした権力集団だった戦前の大蔵省に、今回は焦点を当ててみたい。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。そもそも大蔵省の大蔵ってどういう意味なの？もともと、明治新政府で大蔵省の役割を担っていた組織は、金国水頭所、会計事務局、会計官と目まぐるしく変わっていったんだが、王政復古的な職員令が明治政府から発せられたことにより、大蔵省という、奈良時代の大法律令みたいな役所が誕生した。ちなみに、大蔵というのは、大和王権が保有していた3つの蔵のうちの1つらしい。初代の大蔵省のトップって誰だったの？初代大蔵卿は、幕末の四賢公と称された松平春嶽だ。しかも、大蔵省の幹部たる初代大蔵大夫は大隈重信、初代大蔵省府は伊藤博文という豪華な幹部陣だった。戦前も大蔵省は霞が関にあったの？これはね、意外といえば意外なんだが、元は大手町にあった。ビジネス街じゃないか。戦前の官庁は霞が関や大手町や日本橋といった風に結構分散していたんだ。大蔵省はもともと大手町がふるさとであり、警察や地方行政を所管した内務省と看板を並べて敷地を分け合っていた。権力的に双璧の官庁が仲良く敷地を分け合ってたんだね。ずっと大手町だったの？関東大震災によって庁舎が被災後は、大手町にバラック建ての大蔵省、内務省、外務省、文部省、農商務省などが集中した時期が存在した。しかし、その官庁らは続々と新築の官庁が完成したにもかかわらず、大蔵省はおよそ15年にわたり仮庁舎のまま執務を続ける羽目になった。なんで予算を握る大蔵省だけが仮庁舎の時期が長引いたの？日中戦争の長期化により軍事予算が膨張した結果、大蔵省の新庁舎建設工事費代わりを食ったという説がある。しかも、大蔵省はさらなる不運に見舞われることとなる。不運ってどんな事態に見舞われたの？ようやく建設に着手し、新庁舎の仮竣工にこぎつけたところ、引っ越しをする前のタイミングで、仮のバラック庁舎が火事で燃えたんだ。昭和15年の話だが、帝都を襲った落雷で大手町のタンクが引火して大火事となり、大蔵省のバラック庁舎が炎上してしまい、明治以来の重要書類の多くが消失したそうだ。その後に大蔵省はようやく霞が関に移転したんだが、鉄道省は東京駅向かいの丸の内にあったり、相変わらず大手町に庁舎を構える官庁もあったりで、霞が関に中央官庁が集結するのは戦後にようやく実現する運びとなった。戦前の大蔵省の官僚は、今の霞が関の官僚と働き方は大差なかったの？やはり戦前なので、色々と異なる点があった。まず、戦前の天皇の管理は身分的な区別が顕著であり、信任官や直任官を筆頭とするピラミッド型の階級がある中で、特に明治期、上位層の官僚の暮らしぶりは殿様と揶揄されるほどだったという。大蔵省に入省後に米国駐在を命じられた帝大での大蔵官僚の階層によれば、赴任先のトップである財務官は階級上位の直任官であり、入省したての半任官でしかない若手は、早朝から財務官の釣りのお供、お世話、そして釣りたての魚を賞味するため七輪の準備と調理作業まで期待されたそうだ。そこら辺は現代も似たり寄ったりなのではないだろうか。時代が変わってそうでもないのかな。その点につきましては、ご視聴者様においてはコメントをいただけますと幸甚です。ちなみにだが、
この若手の海外駐在というシステムは戦前の大蔵省において重要な指標で、大学の成績や高等文官試験の順位などで選抜された数名だけに与えられる特典であり、大蔵省におけるその後の出世に大きな影響を与えたという。有名どころとしては、戦後に田中角栄と核福戦争を展開し、首相にもなった政治家である福田赳夫も、若手大蔵官僚の時代には財務書記として海外に出ている。大蔵省の人員の規模は今と違うの。全体として簡素な組織であり、特に税務署で比較するのがわかりやすい。戦前の昭和初期と、戦後の昭和40年代との比較だが、税務署の数はそれほど変動していないのに対し、税務署員は5倍近く膨張し、ある税務署は、戦前は50名程度の署員を抱えていたのが、戦後は240名に増員されているそうだ。そもそも国税庁なる大組織も戦後にできたらしいしね。国税庁は、戦後に税制施設団長として訪れたシャウプ教授によるシャウプ勧告が誕生のきっかけだったらしいね。ちなみにだが、戦前に大蔵省に入省した若手官僚は、若手のうちに税務署長を務めるのが人事上の慣行になっており、20代の税務署長もいたらしい。20代で署長が務まるの。税務署のベテラン職員が補佐したそうだ。戦後は首相に上り詰めるも、自民党からの大量脱党によって総選挙で敗北し、55年体制に終止符を打ったとされる元大蔵官僚の大物、宮沢喜一もご多分に漏れず、若手の頃に税務署長を体験している。同人の回想では、当時の日本の国税は、今の申告納税制度ではなくて付加課税制度だったことにより、税務署の古参職員に助けてもらった思い出があるそうだ。まず申告納税制度と付加課税制度ってどう違うの？今の日本における所得税等は、毎年、納税者自らが税務署に所得などの情報を申告して税額を確定し、この確定税額を納税者が納付するというシステムであり、申告の不存在や申告が正確でない場合は税務署長が修正申告を促すなり権限によりこれを是正するというシステムが採用されている。嘘を申告する人もいるだろうになんでそんなシステムを。アップ主の見解だが、いちいち税務署が全国民と全法人の財務状況を精査して納税額を決定すると膨大な事務作業量となってしまうので、これを合理的に処理する目的があるのではないだろうか。導入を促した GHQ 的には、民主国家の財政を国民自らが支えるという民主的納税思想を根付かせるという狙いがあったという説もある。しかし、戦前は付加課税制度、つまり行政機関が税額を確定する方式を採用していた。宮沢喜一は若手官僚の税務署長として、旅館等が集まる観光地に対し税額を通知したところ、税額が高いわと観光組合の幹部が税務署に直談判に来たそうだ。まだまだ若手で実務に精通していない宮沢喜一署長の対応が試される局面に思われたが、観光組合の直談判に対し、宮沢喜一署長の隣に座っていた古参の税務署員が、組合関係者には見えないよう宮沢喜一署長の机の下でそろばんをパチッと弾き、この辺でどうでしょうと税金の減額案を提示した。宮沢喜一署長は瞬間的にそろばんが読めないのでよくわからないまま頷いて承認を与え、そのまま組合幹部とで示談が成立し、無事に税額が確定したそうだ。税額決めるのに結構な庭節なんだね。こういった折衝を毎年繰り返して税額を確定させたらしい。以前に当チャンネルでアップした内務省の解説動画で、若手の内務官僚が警視庁に移動したところ、警視庁には海線山線のいわばノンキャリ警察官たちがうようよしている関係上、これらの警察官たちを使いこなせる企業が若手官僚に試されたところ、これができない若手内務官僚は出世ゲームから脱落してしまうという話をしたが、大蔵省の若手税務署長の場合は、海線山線の税務署員からいびられることは少なく、むしろ非常に大事にされたそうだ。なんで内務省の警察と大蔵省の税務署でそんな違いが出たの？これは一説には、人事システムが影響したと言われる。税務署の場合、若手税務署長の次のポストは税務監督部というところで、同部は税務署員の人事効果や昇給査定を担うポストだったので、
古参署員からすれば、若手税務署長とことを構えると自身のためにならないという配慮が働き、むしろ若殿を盛り立てることに手腕を発揮したそうだ。宮沢喜一以外に若手大蔵官僚で有名な人はいる。戦後の政界で活躍する政治家たちを中心にたくさんいるんだが、ここでは戦前の日本を代表する財政家と言っても過言ではない名蔵省、高橋是清を取り上げたい。高橋是清って渡米して奴隷契約にサインしちゃったとか、帰国して特許局とか日銀に勤務した話は聞いたことあるけど、若い頃に大蔵省にいたの？米国から帰国後、若き高橋是清は大蔵省に勤めるんだが、当時の役所は公式の文書を官文帳の毛筆書きで起案していたので、米国帰りの高橋是清はこれに苦労したそうだ。上司からいきなり毛筆書きの文書作成を命じられ、高橋是清が途方に暮れているところを、毛筆書きに連達した同僚が助け舟を出してくれたりしたらしい。大蔵省で若き頃にこんな苦い思い出を残した高橋是清が、後年大蔵大臣として活躍するんだが、この高橋是清については本動画の後半あたりに再度出てきます。原稿書きながら予想してるから高橋是清が再登場する場所の特定が曖昧だね。ところでさ、戦前の大蔵省の官僚って、給料は高かったの？戦前の大蔵省だけでなく、天皇の官吏たちにとって、民間との給与格差は時代の変遷をたどるが、基本的には民間より水準の高い時期が長かったようだ。明治期の高等官僚は馬車をあつらえて登頂するような殿様生活が可能な給与水準だったが、やがて民間の経済が上向いてくると、物価の上昇も手伝って、相対的に官僚の給与水準が下がっていった。しかし、民間の景気が造船不況などで下降すると、今度は逆に官僚の給与水準が相対的上昇を見ることになり、大正末期あたりから、民間平均から見れば再び高等官僚の高給取りの時代がやってくる。そのまま高給取りだったの？いや、大蔵省史に残る歳出削減をめぐる事件が勃発し、管理の俸給は減額の危機に瀕することとなった。管理の俸給を削るっていうこと？管理の俸給を1割削減するという一大施策だ。時は浜口おさち率いる民政党内閣において、高橋是清の元弟子ながら高橋是清とは対立政党である民政党内閣で大蔵大臣に就任した井上淳之介が旗振り役を務めた施策だった。井上淳之介は城山三郎の小説のモデルにもなった人物だね。この増床の敵視した俸給削減策に官僚らは猛反発し、判事や検事で構成される司法省の官僚までが反対運動を展開。主要な新聞もなぜかこの反対運動に同調するに及び、井上淳之介増床は一旦、管理の俸給減額策を撤回せざるを得なくなった。そのまま俸給は据え置きだったの？浜口おさちが凶弾に倒れ、同じく民政党の若月礼二郎の内閣で再び訴状に乗り、結果として断行された。まあ管理の俸給については、削減されても、正規の俸給以外に委員会手当とかの裏技があって戦時中も高給取りの水準は変わらず、国民からの官僚に対する批判の種となってしまうという後の事情もあるんだけどね。次の話題に行こうか。次の話題の導入として、戦前の官庁の双璧だった内務省との比較をまた持ち出すんだが、内務省の場合は以前の動画でも言及したが、選挙に大きな影響力を行使する警保局を要していた事情や、選挙区の土木利権に直結する土木局もあったことから、藩閥衰退以降、内務省は政党との関係が密接で、政友会と民政党の二大政党時代は、政権交代ごとに大量の内務省幹部が入れ替わるというアメリカばりの政党的人事が行われていた話をした。これとは対照的に、政党との関係という意味において、大蔵省は得意な存在だった。どういった意味で得意な存在だったの？人事が政党から比較的独立していて、大蔵省内部の自律的な人事で運営されていたんだ。政界に対する影響力が懸念されていた戦後の大蔵省とはえらい違いだね。政党と密接だった官庁としては、戦前は内務省、戦後は大蔵省が代表的な印象があるが、戦前の大蔵省は、内務省の正当化を横目に見ながら自律性を保っていたそうだ。なんで内務省みたいに正当化の波に飲まれなかったの？いくつか要因はあるんだが、
主要なものとしては、大蔵省の特殊技能、すなわち租税に関する専門的知識や技能、予算査定にかかる会計技術など、他の省庁とはまた一味違った専門性があったので、大蔵大臣には大蔵官僚上がりの人物が就任する傾向にあり、自然と自律性が保てたとする見解だ。予算査定は今もあるけどそんなに専門的だったの？戦前はパソコンもなければエクセルもないから、国家予算という複雑かつ膨大な係数を一銭一厘も誤ることなく査定してまとめる司警官の技能は、人間技として貴重だったそうだ。また、政党政治からの認識としても、内務は政府の中心、大蔵は政策の中心であるとし、政策技術的な大蔵省に対しては、内務省並みに介入することは控える空気があったという。確かに大蔵大臣ポストの椅子取りゲームは熾烈だったが、大蔵省の事務次官人事は概ね年功序列型で、内務省の事務次官みたいにあっと驚くようなごぼう抜き人事や移入人事は難しかったそうだ。そうすると、内務省の官僚は政友会なり民政党なりの政党職を明確にすることで一発逆転の出世を狙えたそうだけど、大蔵省はそうじゃなかったっていうこと？政党職を明確にすると、大蔵省では内務省とは逆に、出世の妨げになる傾向にあった。もちろん全ての大蔵官僚が政党職を出さなかったわけではなく、ある大蔵官僚は政党の旗を鮮明にしたから3度の左遷に遭遇しながらも最終的には主税局長にまでなれたと回想する例もある。しかし、感慨としては、内務省は力士の世界であるのに対し、大蔵省は行事の世界だという認識が共通だったようだ。力士の世界と行事の世界ってどういうこと？力士の世界たる内務省は政党とうまく手を握って手腕を発揮すれば年功序列を逆転する人事や大抜擢の人事が可能だったのに対し、行事の世界たる大蔵省は年次が重要な指標であり名跡を継いでのポスト就任が安定していたという意味だ。さらに、この内務省と大蔵省の性質の違いは学生の就職活動にも影響を及ぼし、成績的に内務省も大蔵省も選べるレベルの学生が、人付き合いが苦手なので内務省に自信はないが、物を相手にする大蔵省なら大丈夫だろうという理由で大蔵省に入省し、内務省と大蔵省の性質の違いが人材的にもますます加速するという事情もあったようだ。所得倍増計画の池田隼人も大蔵省出身だよね。池田隼人の人柄は活動的な印象があって、戦前の大蔵省とは違う空気をまとってるように思うんだけど、確かに池田隼人の人柄からすると大蔵省より内務省の方が向いていたのではないかと、池田隼人の秘書も述べている。もっとも、池田隼人の場合、大蔵省入省後に難病にかかってしまい休職を余儀なくされ、3年間も療養に専念せざるを得ず、一時は出世の道が完全に断たれた状態となったところ、奇跡的に回復し、逆にこの休職が功を奏して戦後の公職追放を免れて大蔵事務次官、大蔵大臣に駆け上がったという人物だから、典型的な戦前の大蔵官僚とはまた違った味の人物と思われる。内務省は政党と密接で大蔵省は政党と単白っていう話だけど、政党としては内務省の警察や土木利権がそら重要だろうけど、大蔵省の予算査定も重要じゃない？そうすると政党としては、戦前の大蔵省に対しても内務省並みに影響力を及ぼそうと考えるのが自然だと思うんだけど、その点につき重要な役割を果たしたのが、冒頭でも登場した高橋是清だ。高橋是清は政友会の政治家だが、増床を何度も経験し、政友会の利害に基づく人事介入を比較的穏健な形で収め、さらに時代が進むと、軍部からの強力な軍事予算要求の圧力も起きたが、増床として筋を通して軍事予算の膨張を防いだ。その結果、軍部に不況を勝手に226事件で凶弾に倒れた高橋是清の存在は、大蔵省の自立性の防波堤として機能した側面がある。軍部に対して大蔵省は対抗できたの？さすがに戦時色が深まると、軍部の影響力が強い新興の官庁である企画院が予算編成権を大蔵省からもぎ取ろうとしたり、大蔵官僚らが陸海軍に招集されてしまうなど、多少の影響力は受けてしまう。また、広田光輝内閣で増床に就任したある人物により、大蔵省の自立性が脅かされる事態となってしまった。誰？広田光輝内閣の増床って？馬場栄一という人物だ。
同人は苦学して東京帝大を卒業し、大蔵省に入省。その後は法制局、貴族院議員等を歴任した人物で、貴族院では政治力に長けた元官僚政治家という評価の人物だった。この馬場栄一が蔵省に就任すると、それまで比較的自立性を保っていた大蔵省において、官組任組がバッサリ更迭されるなど空前の大人事異動が敢行され、前任である高橋是木与蔵省が進めていた軍事予算の削減と交際の前言策は転換となり、軍事予算の大拡張を進めるという馬場財政が展開された。軍人の影響力増大には大蔵省も抗えなかったんだね。しかし、それでも予算編成権を握る大蔵省の力は強大で、泣く子も黙ると恐れられた関東軍は、満州に視察に訪れた大蔵省司刑局の福田武雄に対し、同人が釣り好きであることを考慮して、わざわざ川の橋の上で汽車を止めたという逸話も伝わる。大西翼3回で帝国議会を籠絡した軍部にしても、予算編成権を握る大蔵省には配慮せざるを得ない状況があったんだろう。やがてポツダム宣言受諾により終戦となり、大蔵省は、政党や陸海軍に代わる新たな支配者と、生き残りをかけた攻防を展開する。その支配者は、GHQ であり、この攻防で大蔵省はしたたかな動きを見せる。さて、大蔵省の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人宰相桂太郎などです。詳しくは画面下の概要欄にある、メンバーになる、というボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。